こんにちは。今日はいろんな色を使って襟ぐりからぐるぐると編んでいくトップダウンのプルオーバーを作っていきます。編み方は一番シンプルな編み方で編んでいきます。ほとんど長編みだけで編んでいくので簡単です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにして黒くすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。それとできれば作った後の感想を書いていただけると嬉しいです。私がしないような色合わせや、あとサイズを大きくしたり小さくしたりとか、興味深いのでよかったら教えてください。それとそれを見た他の方の参考になるかもしれません。今回使う糸はダイソーさんのフラッフィー。色はアクアブルー。材質はアクリル 100%。35g で107メートル。使用かぎ針の目安は7号。これも同じくダイソーさんのブラウン。こっちも同じくソフトグリーン。で、こっちはオフホワイト。どれも2024年の色になっています。この4色を使って編んでいきます。で、針は10号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。糸はこんな感じ。太さはだいたい2ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。最初に作る鎖の数について説明します。私は今回鎖を76編んで約64センチの襟ぐりにします。64センチでこれぐらい。ちょっとだけ広めの襟ぐりになっています。多分ちょうどすっきりした感じの大きさになっています。で、これを4箇所にマーカーをつけて、ここから広がるように編んでいきます。で、このマーカーをつける位置は後で一緒につけていきます。これが同じ糸で同じサイズで編む場合、次は違うサイズで違う糸で編む場合、こんな感じで決めていくと最初に必要な鎖の数が出てきます。ただこのままだとちょっと分かりにくいので、一緒に考え方の順番を見ていきます。まず作りたい襟ぐりの広さになるまで鎖を編みます。これぐらいにしたい時にはこれぐらいの長さ。これは具体的な数ではなくて大体の好みの長さ。たっぷりめでも小さめでも大丈夫です。これが決まったら次はこれから作りたい襟ぐりの好きな長方形の比率を決めます。例えばこれぐらいで3対2ぐらい、3対2、これぐらいで2対1。細長くすると浅くて広い襟ぐりになります。で、好みの襟ぐりの比率を決めます。これはだいたい3対2から2対1の間ぐらいがいいかと思います。前回編んだもので同じ糸でこんな感じの比率にしました。これで編んだところこれぐらいでちょうどいい感じになっています。3対2から2対1の間ぐらい
で好みの比率を決めたら、このそれぞれに何個鎖があるかを数えます。ここに鎖何個、ここに鎖何個、好みの比率によってここの鎖の数が分かっていきます。こことここは同じ数、こことここも同じ数で、ここが決まったら最初に必要な鎖の数が計算できます。その計算はまず長い辺、短い辺プラスして、これをこっちにもこっちにもあるので2倍します。4箇所がダブっているのでマイナス4、長い辺プラス短い辺かける2マイナス4、これが最初に作る鎖の数になります。鎖編みをしていきます。この時糸端を15センチぐらい残して鎖編みを始めます。この時はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。次は細編みをしていきます。普通ここで輪にしてぐるぐると編んでいくんですが、今回はまず細編みをしていきます。この方がきれいに出来上がります。細編みをするので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み、この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編みでマーカーをつけておきます。次も細編み、次もこのまま端まで一つに一つずつ細編みをしていきます。端まで細編みをしてきました。次はこれをつないで輪にします。これが最初の細編み、これが最後の細編み。最初の細編みに針を入れて引き抜きます。これで輪になりました。今細編みの上の方がつながって下は開いています。これは後でこの糸端を使って自然につなげます。この方がきれいに出来上がります。頭が通るかをチェックします。これで大丈夫だったら次は4箇所にマーカーをつけていきます。まず1つ目。1つ目は今引き抜いた最初の細編み。1つ目にマーカーをつけました。ここがここ。次はここにマーカーをつけます。マーカーを含めて数えていきます。このマーカーのところが1、1、2、3、4、5と数えていきます。これが
14番目で、私は14番目なんですが、サイズを変更している場合にはこの部分の数、ここで数えた数になります。まずこの1つ目、ここから数えてこの数、次は3つ目にマーカーをつけます。この部分、またマーカーを含めて数えていきます。ここが1、1、2、3、4、5と数えていきます。これが26番目。で、サイズが違っている場合にはここで数えた鎖の数になります。ここが30だったら30番目にマーカー、次また同じ、このマーカーを含めて14番目、これで4箇所にマーカーがつきました。で、またこの部分ではこのマーカーを含めてこの1つ目のマーカーのところが26、このマーカーは1つ目と26番目を兼ねています。ここではなくてここが26、これでマーカーがつきました。次から長編みを編んでいきます。で、こんな感じで角では V ステッチ、他は長編み、シンプルに編んでいきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、根元に長編み、このマーカーのついているところ、長編み、同じところにもう一つ長編み、これで一つの細編みに鎖3つと長編み2つで、この真ん中にマーカー、次から1つに1つずつ、まず隣、次もこのままマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところには長編み3つ、1、2、3、1、2、3、真ん中にマーカー、次からまた1つずつ、このまま長編みを続けます。次のマーカーのところでは長編み3つ、ここに3つ、次も長編み3つでぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。
2周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目の鎖の上が2本の位置、下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。ここで糸を変えてもいいんですが、次また同じ糸で編む場合でやっていきます。どこで変えても大丈夫です。次はこのマーカーをつけたここから糸を出します。なのでまた糸を移動させます。このまま隣、この長編みの上引き出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで真ん中の長編みから糸が出ました。ここから始めていきます。鎖3つ、1、2、3、同じところに長編み2つ、1、2で真ん中にマーカー、次からは1つずつ、次のマーカーのところまで一つに一つの長編みをしていきます。マーカーの手前まで来ました。またマーカーのところに長編み3つ、1、2、3で、これで長編み3つの上に長編み3つ、次からまた1つに1つずつ長編みをしていきます。でこのまま次のマーカーのところまで、でまたマーカーのところに長編み3つ、次のマーカーのところでも同じマーカーのところに3つで、くるっと編んで最初のところまで編んでいきます。3周目を編んできました。今この長編みに長編みをしたところ、最後はこの鎖3つ、ここに最後の長編み、この鎖を下から数えます。1、2、3つ目は少し影になっていると思います。ここを探って長編み、これが最後の長編み。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は糸を変える場合をやっていきます。真ん中の長編みから糸を出します。で結び目を作ります。これを引き出します。これで真ん中から糸が出ました。鎖3つ、1、2、3、同じところに長編み2つ、1、
下と全く同じです。次から一つずつこのまま長編みを編んで、ここでまた下と同じように真ん中に長編み3つで、また長編みを1つずつ編んで、ここでも長編み3つの真ん中に長編み3つ、次も同じくるっと編んで最初のところに戻ります。4周目編んできました。最後は下の鎖の下から3つ目、ここに最後の長編み、最初の鎖の下から3つ目、これで4周目が終わりました。次は5周目。もしこのまま同じ糸で編む場合は、真ん中から糸を出したいので隣に糸を移動させます。ここから鎖を3つ、1、2、3、同じところに長編み2つ、これ以降は1つずつでくるっと編んで繰り返していきます。最初に編んだ鎖の糸端を使って細編みをつなぎ合わせます。ここが開いているので自然に見えるようにつなぎます。で、だいたいどんな感じでも大丈夫です。私はこの鎖の端から2つ目、1、2、手前から向こうで、これが端の鎖、上から入れます。この鎖の上からで、下の細編みも通って、これでつながるように見えます。大きさを揃えて、あとはほどけないように隠します。こんな感じにしました。で、あとは続けて編んでいきます。最初の細編みも含めて13段編んできました。長さは約19センチ。私はこんな感じで色を変えました。細編みと長編み2つ、白は2周、次は4周で2周、今青で2周。この長さと色の変え方は自由でお好みにしてもらうんですが、この最後の色、これはここで終わりではなくて、もう1周とか2周同じ色で続けるようにします。ここで鎖でつなぐので、その後もここと同じ色で編めるように、この色は途中にします。ここで終わりではなくて、次も同じ色で編んでいきます。糸玉につながっている糸は切らずに休めておきます。で、この長さは続けて編んでいくとゆったりしたサイズになります。逆にここを短くすると小さくなります。で、これはこの襟縫いの広さによっても変わってくるので、
必ず頭を通してみて、好みの広さ、これをあと鎖5つぐらいでつなごうと思っています。それも含めてここに腕が通るかを確認します。でその広さがあまりきつくならないようにします。ここに鎖5つであと3センチぐらいプラスされると思います。でこの長さがこれでよかったら、次は脇の下をつないで袖ぐりを作ります。で今の糸は切らずに新しい糸を持ってきます。外側から持ってきます。でここが長い辺、ここが短い辺、短い辺の端と端を合わせます。こっちも同じ、短い辺の角と角、それぞれを合わせるのでマーカーの色を変えています。こっちはピンクとピンク、こっちは白と白で、このマーカーはこの長編み3つの真ん中につけています。こっちも同じ、こっちも。これを鎖でつないでいきます。こっちは糸の出ている方、こっちは出ていない方、出ていない方からつなげていきます。で編みやすいように鎖1つ、この時この糸端を15センチぐらい残しておきます。でここから結び目、で今表が上になっています。真ん中の長編み、糸を出します。ここから鎖を編んでいきます。まず1、2、3、4、5、これは好みによって多少減っても増やしても大丈夫です。長くするとここがゆったりした感じになります。で何個でもいいんですが、この数は奇数にした方がやりやすいと思います。で私は5個で、反対側この短い辺をたどって次のマーカー、表から針を入れます。で引き抜いて引き抜いて、これでつながりました。これが袖ぐりになります。で鎖一つを編むようにして糸を切ります。この時また15センチぐらい残します。で反対側も同じようにで今ここ引き抜いたところ、ここがこの長編み3つの真ん中のところ、真ん中に針を入れます。ここが鎖3つのところ、ここが長編み
真ん中の長編みになります。で同じように鎖5つ、で反対側表からでまた鎖1つ、これで両方とも袖ぐりができました。で次からこの糸端を、糸の出ている方、この糸玉につながっている糸を続けて編んでいきます。で今鎖の上から糸が出ています。でまた鎖3つ、1、2、3で後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も長編み、この鎖の次はこの今鎖を編んだ真ん中の長編み、この糸を出したところ、同じところに長編み、次は鎖の上、この鎖が5つあるのでそれぞれに長編みで、針を入れる場所はこの鎖の上が2本、下が1本の位置、この位置に長編み、3、次は4、次は5個目、で長編み5つ編んだら、次はこの長編み3つを真ん中、次もここから全部一つに一つの長編み、でこの糸端は編みくるまずに残しておいて後で使います。でずっと編んでいって、次の鎖のところ、またこの長編みの上、次はこの真ん中3つの真ん中、次は鎖の上、1、2、3、4、5で、次また長編み3つの真ん中、ここと編んでいきます。ぐるっと編んで、このスタートしたところまで編んでいきます。脇の下の1周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。このまま編む場合はこのまま鎖3つ、私はここで糸を変えようと思っています。
糸の変え方は今までと同じです。で、新しい糸、鎖の下から3つ目、新しい糸、で鎖3つ、1、2、3、1、2、3、隣に長編み、次も長編み、全部一つに一つずつぐるっと編んでいきます。ここまで戻ったらまた鎖3つの3つ目に引き抜いて、でまた鎖3つ、これで好みの長さになるまで編んでいきます。でまだここが途中なんですが、次に袖を説明します。この向きに編んできたんですが、向きを逆にして、こっちが袖の方、こっちが裾の方、この袖の内側を長編みしていきます。ここに5つ長編みがあるので、この真ん中で、私はこのブルーで編んできました。ここにもう一周同じ色、この袖の脇の下に当たるところ、この真ん中に針を入れます。で、新しい糸、で糸を出して鎖を3つ、1、2、3、隣に長編み、ここの隣で、この時は糸端を編みくるんでも大丈夫です。長編み、次もで、次はここ、まずこの長編み3つの真ん中、ここに長編みをします。次この長編み3つの最後、また1つずつぐるっと編んでいきます。ぐるっと編んで、またここまで編んできます。一周編んできました。最初の鎖、下から3つ目引き抜きます。で、私はここで糸を変えます。この白い糸に戻ろうかと思います。ここで糸を切ります。で、新しい糸、下と同じように鎖3つ、1、2、
123で、次はこれから少し脇の下が少し狭くなるように編んでいきます。まっすぐの方がいい場合にはずっとこれを続けていきます。少しだけなんですが、狭くする場合はこれから編むようにこことここ2つを一緒にして少し数を減らします。まず隣に未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて3本のうち2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。次も同じ。隣に未完成の長編み。この2本から引き抜いて未完成の長編みが2本。一度に引き抜きます。これで数が減りました。ここだけ数が減って三角ができました。次からまた一つずつ、全部一つに一つずつ、でこのまま一周します。一周編んできました。今足元を見ると長編みが2つ残っています。このそれぞれに未完成の長編み、次もこれを一度に引き抜いて三角、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。でこれで少し狭くなりました。次はこのまま普通に編んでいきます。一つに一つずつ、まず鎖3つ、隣に長編み、次はここここでは三角を作らないで全部一つに一つでぐるっと一周します。一周編んできました。ここでは三角を作らずに全部一つに一つずつ最初の鎖に引き抜きます。で私はここで糸を変えようかと思っています。次は三角、こことここで未完成の長編み、で引き抜いて三角、次から一つずつ普通の長編みを編んでいきます。でぐるっと編んでここと同じ最後の2つで未完成の長編みで三角を作ります。
で最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。で次の週ではずっと1つに1つずつ、この2週で1回三角を作っていきます。これは好みやあと糸の太さによって変わってきます。なので3週で1回にするか2週で1回にするか少し編んでみて、で後で紹介したいと思います。さっきつなげた時の糸端、これを使ってこの部分を補強しながら糸の始末をします。ここには長編み3つ、ここに糸を出して鎖を編みました。ここがちょっと広がって目立つので、この糸端を使って目立たないようにします。ちょっと裏返して、この長編み3つのこの部分、ここをくるっと糸を通して補強します。自然に見えるようにしたいと思います。で、とじ針で大々でやっています。であとはこの脇の下に当たる部分、こっち方向に隠していきます。こんな感じで隠しました。で、他の糸も同じように、ここが目立たないようにして、で、糸端を隠します。脇の下をつないだところから14段編んできました。長さは21センチ。で、ここと同じ色の順番にしました。最後は細編みを2周編んでいます。細編みは最初に編んだ編み方。最初に鎖1つ編んでぐるっと編んで、次も鎖1つ編んで1つずつ同じ幅になっています。最後にこの糸端を始末します。とじ針で始末します。最後の細編みから糸を抜きます。で、これが最初の細編み。その隣に針を入れます。手前から向こう。これが最後の細編み。最後の細編みに上から針を入れます。上から入れて、下のこの部分も通って裏に出ます。で、大きさを揃えます。これでつながったように見えるので、あとは裏でほどけないように隠します。で、それも同じです。
細編みで2周しています。最後にとじ針で始末しました。でこれで出来上がりです。こんな感じに出来上がりました。とても可愛くできました。襟ぐりは広くて浅め、首元がすっきりとして見えます。普段こういうデザインだとここにゴム編み風のものを編むんですが、今回は編まずにこのシンプルな形のまますっきりとしたイメージにしました。すごく首元が綺麗に見えるサイズです。で袖はだいたい7分丈ぐらい。私が着ると私が肩が広いのでもう1センチぐらい長くてもいいかと思ったんですが、肩が張ってない方はこれぐらいでちょうどいいサイズかと思いました。ちょうど綺麗な形です。で脇の下に鎖5つでつないだのでゆとりができて肩が動かしやすくて着心地が楽です。この形も綺麗に出ました。ここが狭いと胸のラインが引っ張られてぴったりしてしまいすぎるので、これがあるだけでとても楽です。こっちもで裾は短めです。こんな感じで短めだとすっきりとして見えます。お好みによってもう少し長くしてお尻が隠れるぐらいとか、あともっとすごく長くしてワンピースみたいにしても可愛いかなと思っています。その下にこの中の一色に近い色、それを合わせると着やすいかと思います。で色もちょうど元気な色になりました。サイズを測りました。上から下までは46、襟ぐりからは40、横幅は50、襟ぐりは64、袖は24センチ。こんな感じになりました。で形がシンプルで好みの色合わせで作れるので、お子様とかお友達とかと好みの色で好きなサイズで作ると喜ばれると思います。この長さも好みに合わせて作ってください。最後までご視聴ありがとうございました。